長いポテトパン。反則級のうまさだ。快晴が続きますね。どうも小麦です。梅雨入りっていつだっけ？白様です。九州地方は5月下旬くらいから梅雨入りみたいですね。束の間の晴れ女気分を味わうがいい。キラッキラの木漏れ日。太陽がおはようって言ってる。透明度の高い川の水。今日の水めっちゃ綺麗じゃん。龍神様も喜んでそう。川って龍に例えられるよね。風水でもエネルギーを運ぶ龍脈とされてるね。山藤っぽい花。視聴者さんに花の名前を教えてもらった。ピミさんありがとうございます。青空とのコントラストが最高だね。生地こねルーティンと参りましょうか。今回も湯種生地なんだね。小麦タンパクを添加しない米ぬかパンの分量は概要欄へ。土曜日に公園でギターの練習をする旦那氏。ついにギターまで持参しだした。日曜日のライブの練習でした。おっさんまた歌ったんだ。詳細は後ほど。湯種の生地は機械こねに限るな。今日もメランジュールロボが酷使されている。このチャンネルではここ川沿いリバーサイド略して川リバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。米ぬか 50% を使ったレシピ動画や宇宙や古代歴史、人生について考えるポッドキャストなど概要欄にいろいろな情報を載せているのでぜひチェックしてください。さて今日の合言葉は紫外線アレルギー。コメント欄に書いてみて。チョロコも逃げてるよ。楽しそうですね。綺麗になりました。すがすがしい気持ちで買い物へ。ライブイベントは水俣市のバラ園で行われました。すげえ満開じゃん。春のバラ園が一年で一番美しい。このバラマリリン・モンローって名前だ。ステージもなんか可愛い。今日のエンディングもライブ音源かな。エンディングをお楽しみに。もりもりに発酵しました。今日もサワー州沢子絶好調。米ぬか入りのしかも中力粉メインで小麦タンパクを添加せずに作るパン。湯種と卵とマヨネーズのパワー。湯種生地の黄金比が確立しつつある今日この頃。そろそろ概要欄にまとめてみたら？湯種パン分量パターン1、2、3、4でまとめてみたから参考にしてね。さて、二次発酵タイム。おやすみ生地。おやすみ少年。よっちゃんもおねんねですか？ババさんよちのチュル会話そうてるやん。モンプチの見切り品見つけてチュールすっかり忘れてた。ゆるさを変だくさいゆくして買わね後で買ってくる。さて、ほぼポテサラみたいなのを作ろう。さてはパンのあんだな。今日はひき肉とほうれん草を入れたポテサラあんを包みます。そこそこ間違いないやつ。
もしかしたら私の腕のボコボコが気になる方もいるかしら。どうしたの？一日中外で過ごすと高確率でこうなるんだよね。ライブ天気良かったもんね。紫外線アレルギーの一種で光線過敏症なんだよね。そんなアレルギーあるの？かゆみとか痛みはないから数年放置してる。病院行きなよ。ステロイド系の塗り薬が効くからフルコートでも買ってこよ。ババア変なアレルギー多すぎ。今回のパンも面倒くさがりさんが喜ぶ天板敷き詰め系。ババアしか喜んでるの見たことないな。細長く包んで天板に並べて焼くだけのお仕事です。なんとなく完成図が想像できた。この野菜の洗い方が最近お気に入り。切ったものを桶に投げ込んでいる。こうするとしっかり洗えて水切りも楽なんだよね。野菜って意外と汚れてるもんね。綺麗に見えてもまだ多少の泥が出てくる。最近アイラップに入ったカット野菜が冷蔵庫にゴロゴロ転がってるけど。カット野菜を旦那氏が勝手に炒めてつまみを作ってるのでこれも便利。おっさんが自力で料理するシステム。ババアの手抜きは計算されている。ほうれん草なんてアイラップごとレンチンしたらおひたしに早変わりですよ。最初はベーコン買おうと思ったんだけどさ、鶏ひき肉 20% 割引。ベーコンの半分の値段ですよ。買わない選択肢はない。ほうれん草を合わせておく。レンチンポテト待ち。その間に生地を分割しておこう。プルプルのいい生地だね。小麦タンパク添加なしでここまで育ってくれれば御の字ですよ。卵が入ると米ぬかの茶色が少し緩和される気がする。パン生地らしい色になるよね。加水率 65% の生地だけど湯種生地は少しベタつく。これくらいなら許容範囲だけどね。それにしてもいい弾力だ。いい生地は成功の証。世界情勢が安定したら小麦タンパクを購入する生活に戻ろうと思ったけど、湯種と卵とマヨネーズ入りの生地で十分だな。パラダイムシフトが起きると生活様式が変わるの典型だな。はい、ベンチタイム。仮眠だ生地。生地さん仮眠の間にじゃがいもあんを作ろう。めっちゃ熱そう。さっきの鶏ひき肉とほうれん草に混ぜるだけ。あん多くない？余れば旦那氏のおやつになるから平気平気。合法パウダーとチーズ。
塩コショウとコンソメと寿司の粉のパウダーね。そしてマヨネーズ。完璧な布陣だ。これ油で炒めたパン粉乗せたらオープンコロッケだな。じゃがいもの万能さがえげつない。よっしゃ、これをパン生地で包んでいく。今回はどんな包み方？今回も油の層を作ってみようかな。サクサク食感を目指すんだね。卵とマヨ入りの生地はサクサクと相性がいい。よくある感じの層の作り方。海外ショートでよく流れてくるやつ。成形も簡単だし、湯種だから伸ばしやすいし。すっかり湯種にはまってんな。さあ、包んでいこう。意外とここからの工程が難しかったりして。表面に油を塗ってと。ふんふん。ポテサラみたいなあんを乗せてと。ふむふむ。終了。絶対に失敗しないやつ。この超ロングなパンを天板に並べるだけ。隣同士がくっつこうがくっつく前がお構いなし系パン。でもこの形だって結構可愛いんですよ。焼かれれば大抵可愛くなる。それがパン。あんが多すぎて巨大ロールになったけど、これを天板に敷き詰めていく。一本で腹パンになりそう。そして二次発酵。おやすみ生地ネクスト。おはよう生地。テカテカ卵を塗りましょう。細長いと塗りやすいな。
こういう工程の一つ一つが簡素化されてるから天板敷き詰め系は楽なんだよね。ごまを振ったら美味しそうに見えるって知ってた？映え要素マシマシ。粉チーズ振ったら美味しそうに見えるって知ってた？知ってる知ってる。ほな、焼かれておいで。美味しくおなりー。180度の上下ファンヒーターで35分くらい焼きました。上下段はこまめに入れ替えたよ。さあ、焼き上がりが楽しみだ。焼いてる間にいろいろ準備しないとね。またまた登場自作アイス。ホイップを冷凍しただけ。今年の夏はもうこれでいいや。パンのディップはマヨネーズとケチャップカレー粉ソース。おかえり生地。もう美味しい。黒ごまと粉チーズ最強伝説。本日もパンの移動は旦那氏に任せましょう。指先バグってるからね。完成しました。ロングポテトパン。手抜きが生んだスティックパン。それではいただきましょう。めっちゃ巨大な一本だ。でもね、生地の油の層のおかげか口当たりが軽くて意外とすっと食べられる。食べ過ぎるとカロリーがえぐいことになりそうだ。カロリー？またババアの記憶からカロリーの概念が消滅してる。さあ割ってみる。なんか草。熱くてモテねえ。おっさん普通に持ってるけど。さすがバグハンド。何バグハンドって。何これやっば。美味しそうだな。やっぱりこれ系のパンは卵とマヨの添加でサクサク感が増すね。田舎パンに卵とマヨ入り生地は合わないけど、こういうおかずパンには最高かもね。これはおそらくヘビロテコースだな。美味しかった。また見てね。今日の合言葉は覚えてる？紫外線アレルギー。バイバイ。ところでこの曲の音源お気づきですか？あれだね。君は幸せか。なめこよ、君は楽しいか。夜空の下で出会った猫は何も言わず星を見る。